はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。今まで納豆、味噌、ゴルゴンゾーラなど発酵食品で熟成肉を作ってきました。今回は同じ発酵食品であるヨーグルトで熟成肉作っていきます。それでは早速やっていきましょう。今回はこの牛の肩ロースを使って熟成肉を作っていきます。そしてこれが今回の相棒、明治ブルガリアヨーグルトです。おそらく日本で一番有名なヨーグルトではないでしょうか。ちなみに皆さんの好きなヨーグルトは何かありますか？ヨーグルトとは乳牛や水牛、ヤギ、羊、馬、ラクダなど搾乳が行いやすい温和な草食動物の乳に乳酸菌や酵母を混ぜて発酵させて作られます。なんとなくヨーグルトというとブルガリアをイメージしますが、ヨーグルトのような食品は実は世界各地に存在します。身近なところだとインド料理屋にあるラッシーは有名ですね。あれはもともとはダヒーと呼ばれるヨーグルトに似た乳製品から作られます。このヨーグルトを使うことでお肉の pH が下がり、筋原繊維タンパク質が分解され、お肉の保水性を高め、旨味や柔らかさが保持されて美味しい熟成肉ができると考えました。またゴルゴンゾーラ熟成ではチーズの匂いがお肉に移ってしまいましたが、ヨーグルトはチーズほど匂いは強くないのでその辺も大丈夫だと思います。普段からヨーグルトに鶏肉を漬け込んだりヨーグルトのソースとか作るので味はお肉と合うはずです。それでは仕込んでいきます。まずはバットに網を置いて布巾を乗せます。その上にヨーグルトを敷いていきます。その上にお肉を乗せて周りにヨーグルトを塗っていきます。これで1ヶ月熟成すれば美味しいお肉ができるはずです。それでは1ヶ月待ちましょう。1ヶ月経ったので冷蔵庫を開けています。あれ、ヨーグルトがありません。すべてお肉に吸われてしまったみたいです。想像していた感じとは全く異なっています。見るからに硬そうな見た目をしています。見た目の色は完全にビーフジャーキーですね。よく見ると所々少しヨーグルトが残っています。それではカットして中を確認してみましょう。バットから取り出すと裏側までカチカチです。硬くてカットが難しいです。これはお肉の硬さじゃないですね。完全にドンキです。外側部分は結構内側まで変色が見られ、中も所々変色しています。カビなどは見受けられません。周りをトリミングしていきます。今回はトリミングの量がちょっと多めです。特に味付けはせず焼いて違いを見てみます。いつものように比較するため何もしていない同じブランド産地の1ヶ月真空で保存したお肉を用意しました。何もしていないお肉と比べるとこんな感じです。カットした感じはヨーグルト熟成肉は弾力がありますね。それでは食べて比べてみましょう。いただきます。今日は群馬県の嬬恋高原ブルワリーのつまぶる IPA の群馬麦酒を飲んでいます。デザインは黒と金で家紋っぽいデザインが高級感ありますね。イギリスタイプの IPA で群馬県産のエール麦芽を使用しています。色は赤みがかった黄金色をしています。ホップの香りが強く、最初は程よい甘さがあり、後にしっかりと苦味があります。これは結構好みですね。それではお肉を食べていきます。初めは何もつけずに食べてみましょう。今回は味変用で左からネギダレ、ニンニクダレ、昆布塩、そしてお口直し用にハラペーニョを用意しました。まずは同じ期間真空パックで保存したお肉から食べています。ステーキ食べてるなって感じです。歯ごたえもあり、肉の旨味もあります。美味しいです。次はヨーグルト熟成肉食べてみます。普通のお肉は肉々しいというかワイルドさが口の中に広がりますが、ヨーグルト熟成肉はふんわりというか角がない感じです。外側はカチカチですが中の部分は水分が保たれていてお肉も柔らかくなっている感じがします。ハムっぽい歯切れのいい柔らかさではなく、肉自体が柔らかい食感になった印象です。特に酸味などはなく変な匂いも感じられません。タレとハラペーニョを乗せて食べてみます。さっぱりしていて美味しいです。毎回お肉だけでしたが、こういった付け合わせとか味の変化って大事ですね。お肉につけるタレや薬味、スパイスも重要度高いです。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。ヨーグルト熟成肉いかがでしたか？過去動画で他にも発酵食品編があるので、ぜひ見比べてみてください。自分たちは群馬県前橋市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。前橋には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし前橋に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。